おいっす。あざっす。赤い原田でござんす。サイズが微妙のつなぎ。色も微妙。まあいいですよ。はい、小屋編です。小屋、これに、親父は窓をつけてほしいと。枠がある。これを、ここにつける。どうやってって話なんですよね。やったことないから。そもそもこの単管パイプがあんまよくわかってない。でもとりあえずやります。この小屋に軽トラがすっぽり収まることは分かったんで、キツキツですけど、そこはもう保留、入る。OK。で、次、壁っすよね。これじゃあ、もう、入り放題ですから、いろんなもんが。結局外壁を作るんですけど、その前に窓。ということで、窓枠、どれです。そのために、とりあえずこのぐちゃぐちゃしたところをばらします。それでは参ります。原田ハウス。裏側。ね、いかにもじいちゃんの手作りって感じでしょ？見て突き出てるパイプたち。ね。で、こういうのも全部ね、針金で固定されてるんですよ。これあると邪魔だから一回取っ払わないといけないんだよな。こういうのは極力残しておきたいんですけどね。そうも言ってらんないんで。とりあえずここの全部取ってパイプだけにする。こっちはね、もうそのままっす。こういうのは。とりあえずここ。はい。それです。本日も作業が始まりました。じいちゃんが昔建てた小屋改造する編2です。針金。まずはこいつを取っ払う。柱って針金で固定できるんですね。初めて知りました。僕も今度やってみようかな。やらない？ビス使う？ビスか釘使う？そんな手作り感満載の小屋ということでバラしちゃうよ。ひたすらまずは針金を取る。結構大変ですよ。ガッチガチだから。多分なかなかの強度ですよ、これは。だって何年前に建てられたか知らないけど、ずっとこの状態で雨風しのいでたわけですからね。今もなんともないわけだし。あ、取れました。とりあえずこいつは後でバラすとして端っこの方に置いときます。いやー大変だ。これ切れって話なんですけどね。この針金をね、切る道具どこにあるかよくわかんないからほどいてん。全部取ったらこいつがバカーンってなるはず。取ります。次は君だよ。下が取れたので今度は上。同じですね。針金で固定されている柱全部取っ払うと。手作り感満載でベタベタに貼り付けられたベニヤ板。じいちゃんやってたね。いや、生きてたらね、当時の話が聞きたかった。こんな風に作業してるって全然知らなかったからね。器用だったんだな。僕はじいちゃんに似たんすね、きっと。なんかこの小屋の作りを見てるとわかるもん。なんかその人の性格がちょっと似てるよ、僕と。この針金が1個引っかかってるだけでこいつが落ちないからね。取ります。引っかかってた針金を外して取り外し完了。こいつも後でバラすので端っこの方に今置いときます。ようやく取っ払い終わりました。こんな感じです。これで枠を組めると。よくわかんないですけど、こういうの
針金じゃなくてこういうので枠作る。なんかわかんないです。じいちゃんの時代にこれがなかったのか、それとも針金でいいやって思ったのか、ちょっとわかんないんですけど。そう、こいつを使って枠作って、窓と外壁をつけるって感じなのかな。多分ね。とりあえず、休憩。バーシャ。原田ハウス。おいっす。やってまいりました。原田です。続き、休憩とか言ってね、そのまま作業が終わっちゃうことが多いんですけど、まあ続きをやっていきます。時間は限られているので、さささと、小屋に壁と窓をつけると。それね、ちょっと材料をいくつか買ってきたんで、必要なね、ここにくっつけるやつ。そいつを、くっつけて、この廃材でもう行こうかなと。これ足りそうなんで、この廃材組み合わせたらね。なんで、それでやってみようと思う次第でございます。はい。はい、です。しゃばしゃ。おいっす。ね、よくわかんないんですけど、使ったことないんで。このクランプにたるぎが止められるやつ、ここに直接ね、これで取り付けて、ビスで打っていくって感じかな。こんな感じで、こいつらを使っていきます。はい、続きです。今日は窓枠、そのためのクランプ。こいつをね、初めて使うんで、あんま分かってないんですけど、パイプに木を固定するための装置っていう感じかな。本当はね、なるべくあるものを使ってお金をかけずにやりたいんですが、そうなるとじいちゃんスタイルイコール針金スタイルでこの枠を取り付けなきゃいけないんで、ちょっとそこはネオ原田なんで違うやり方でやろうかなということで、今回はちょっとこのクランプ買いましたね。1個200円くらいかな、250円くらいだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、はい、まあいいですよ、それくらいのコストは。窓枠、高さはこのパイプの位置でちょうどいいので、ここにたるぎを止めます。上を取り付けたので、今度は下段、こっちにもクランプを同じようにつけてたるぎを止めると。ただこっちは後からこのパイプ自体をずらさないといけないんで、ちょっとそれが難儀ですね。そしてこのたるぎも本当はね、長いの1本でやりたかったんですけど、ちょうどいい長さのはないので途中でカットすることにしました。そんなに強度必要ないと思うんで大丈夫だと思います。本日のメインイベント、窓の取り付け。フレームを上のたるぎに取り付けて下段で調整するというスタイル。多分これが一番簡単なやり方で、唯一僕にできる方法なんじゃないでしょうか。これができなかったらアウト。違うやり方は思いつかない。窓のフレームの上が固定できたので、あとはこの下段のパイプをたるぎごとずらしてフレームの下の位置に合わせる。それだけ。簡単。あとはそれが原田にできるのかっていう話です。ほら、なんかうまくいかなそうな雰囲気出てきたでしょ。簡単なはずなのにね。原田なんでね、そこは簡単なことも簡単じゃなくなるから。思った通りにはやっぱりいかなかったです。結局ずらせなかった。うまくずれない。全くずれない。なんでまたクランプを一つ付け直してある程度位置を決めて、それからその上にパイプを乗せ、それでまたたるぎをつける。いつも二度手間の原田です。ようやくたるぎの位置の調整が終わりました。
これでフレームを固定することができます。ついた。窓。オッケー。お。一応窓の開け閉めが問題なくできそうなので、サイドの窓枠も固定していきます。これで外壁がついたら、強度も問題ないんじゃないでしょうか。窓の取り付けが完了しました。いかがでしょう。壁がないところに窓。なんかシュールじゃない？わかんないよく。はい。今日はここまで。それではまた次回。